どうも、潜入おりです。今回の潜入先は滋賀県甲賀市にありますなにわ砥石株式会社という砥石メーカーへ行ってきました。今回のテーマは人造砥石の作り方、製造工程を一から見せていただきます。そして製法の違い、ビトリファイド、マグネシア、レジノイドと基本3つあるのですが、それぞれのメリットデメリット、保管が悪いとどうなるかというのも詳しく見せてもらいます。そして新商品の試し研ぎで、なにわ砥石のこだわり強みとは一体何なのかという、今回も面白い話をたくさん聞くことができました。で、本編行く前に先に伝えておきたいことがありまして、僕が砥石にハマったきっかけがこの合剣輝きという砥石です。まさにこれがなにわさんの砥石なんです。ここから僕は永遠に抜け出せない沼にはまってます。ほんと僕の人生を変えてくれた砥石メーカーさんということもあって非常に楽しみにしておりました。なので今回の動画をきっかけに砥石の知識はもちろん、よりね砥石にはまる人が増えるといいなと思っております。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。本編へどうぞ。本当に今日はありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。基本的な砥石の作り方は、まず原材料ですよね。砥石の元となる原料を仕入れて、それを、ここじゃないんですけど、向こうの物流センターっていうところがあって、そこでは実規格の規格に応じて検査したものを使います。で、それの原料で、こちらの工場で実際、配合でして、それを、次私らは混練、混ぜる練るっていうと書いて混練っていう、攪拌作業をするんですけども、これはただの混ぜるだけじゃなくて、混ぜながら潰して練ってで、お餅を作っているような機械になってるんです。どうしても砥石はそういう作り方でないと刃物を研磨するそのきめ細やかなことができないということで、はい、次混ぜた原料を、ふるいって書いてるんですけども、ダマになってるやつをほぐす、ふるいがけで原材料を整えるっていう作業にありまして、でその次に、成形ですね、ここで金型っていうのが出てきて、その金型の中に、原料が入って、それをプレス機ですよね。で弊社の場合は自動プレス機、手動プレス機っていうのがありまして、それで圧力をかけて、砥石を固めているというところになっております。で、その後に、成形してすぐ窯に入れたりとかはできないので、ここが各砥石のメーカーさんいろいろありまして、単純に乾燥って書いてるんですけども、ビトリファイド、焼き物の砥石ですよね。オイリーさんが持っている砥石だと混合砥石で青エビっていうのを、持っていただいてるんですけども、あれなんかはそのビトリファイドっていう砥石で、焼くことに焼結することによって砥石の組織を作る砥石になります。で弊社の場合はここには一応自然乾燥で、ゆっくりと水分を飛ばしながら、だいたい 1,2 週間やるんですけども、ここの乾燥をもし、間違ってしまうと最終的に砥石が割れたりとか、本来の研ぎ味にならなかったりとか、するということで、この乾燥、次の、養生っていうところにもなるんですけども、やっぱり成形したものをゆっくりと寝かしながら、どれだけ寝かしてどれだけの状態にするかが一番弊社としても今まで一番苦労したところになりますね。養生っていう呼んでるのはオイロさんお持ちの輝きであるとか、この前紹介していただいた新たですね、そこが養生っていうところで、この2つの製法は新たっていうのはマグネシア製法といいまして、マグネシアオキシダイというちょっと難しいカタカナの名前なんですけども、マグネシアボンドっていうものを、熱によって自然硬化させる。で砥石を固めていくっていう方法です。でそこも当然、早く固めてしまうとイメージで言うとね、焼きたての食パンなんです。焼きたての食パンは表面カリッとして中もっちりしてますよね。当然砥石もそのような状態になってしまうともし新たが表面がかっちりこうなって中がふわふわであれば、これは本来砥石として成り立たないんです。
なので先ほどの乾燥っていうところでここのその輝き新たなこの養生時間っていうのがキーワードになって、一応ここでは補助的には約大体4ヶ月間ゆっくり寝かして急激な温度も上げずに一定の温度でゆっくりとこう寝かすっていう、熟成さすっていうようなイメージで、とってますね。であとビトリファイドの場合は乾燥してから焼結っていうことでまた後から見ていただくんですけど、いい炉ですね、焼結炉がありまして、そこで大体、1200度から1400度ぐらいの温度をかけて、24時間、焼くんですけども、焼いてからもその冷却っていうこともありまして、実際は72時間ぐらいはこう、3日ほどかけるんですけども、でここでのビトリファイドの弊社のこだわりっていうのはやはりその焼く温度の、このグラフ曲線っていうのがあるんです。いきなり、高温で熱をビトリファイドもガーンと上げてしまうと、先ほどの食べ物に例えてちょっと申し訳ないですけど、食パン、焼きたての食パンで表面がカリッと中もチリになるんですけども、この弊社のこだわりはその焼結の温度の曲線です。ある一定の温度、こういう温度を過去いろんな試しながらやって、今の青エビ、赤エビの混合砥石であるとか、その響きであるとか、そういうのを作ってるんですけども、やはりそこが一番このキーワードとなると思いますね。焼く温度っていうのがやっぱりいろいろもう、ネット上とか一般的にはビトリファイドは1300度ぐらいで焼きますよってなるんですけども、いきなり1300度にするのか、ゆっくり時間をかけて1300度か、いろんなこういう温度曲線があります。そこがもう一番苦労したところですね。私ももう20年ほどね携わってるんですけども、やっぱり何らかの問題があって、その炉がもし少しでもトラブルがあれば、その炉に入ってる砥石はもう全部やっぱりアウト。それで出来上がったやつが窯出ししてから、その後は検査であるとか、面取りとか、バリ取りとか、一応こういう検査を行いながら、最終的に包装加工というところで、商品のパッケージに入れて、パッケージになるんです。簡単に言うとそういう感じで一応砥石の流れ的にはそういうことで、させていただいてます。難しくなるんですけど、僕は簡単に言うと研磨剤と研磨剤を何にくっつけるかっていうところで製法ってそれぞれ違うんですね。さっきのビトリファイド法というのは焼いて固める、お茶碗と同じような感じで、マグネシアはさっきのマグネシアセメントで固める、あと樹脂で固めたりとかっていうので、各社それぞれいろんなことをやってるようなんですけど、結局は何で固めるかで、どううまく固めるかっていうところですね。今ちょっと1個だけいいですか。ちょっと難しい質問かもしれないんですけど、世の中セラミック砥石って名前が流行ってるんですけど、セラミックってそもそも何を指すというか、何でもかんでもセラミックにつけられてて、どうなのかなと僕思ってるんです。特にセラミックっていうのは、研がれる方がこだわっている言葉なだけで、こだわってない人は何にも気にせず使っていただけるんですよ。だからセラミックっていう言葉にこだわるのやめましょうって私はよく言うんですけど、意味がないんで、ですから研磨剤を指してセラミックっていうのであれば全部セラミックになりますし、そこはもうこだわらずにどういうふうに使っていくのかっていうところをこだわっていただく方が、言葉はこだわらない方がいいですね。マグネシアイコールセラミックって言ってる人もいたり。そうです。言葉も流行りにしたよ。そうです。特にそこに深い意味はなく、流行りで使ってた感はあります。なるほど。ありがとうございます。では補助の方は熱いんで。うわすごい。よく見えたやつだ。すごい。ありがとうございます。この辺りが一応今研磨剤、結合剤と言われている洗剤その結合剤のところを何にするかっていうところがその製法で変わってくるので、こちらのビトリファイド法の場合とかであれば、
長石であったりとか、はい焼き物、お茶碗とかの焼き物と同じようなものが結合材として使っている感じですね。まあ、簡単に言うとこういう形の、あ、この3つの要素。そうですね、はい。へーこのトリューといわれるのをこの結合材が掴んで、その中にこう気候があるようなはいイメージで、まあ、これは一応原作砥石の回る砥石ではいちょっと絵を作ったんですけども、なるほど。はい。まあ、ここで出てくる結合材というのはそのまあ砥石をまあ掴む、はい。まあ、その掴み方ですね。なんかあれですね。ハンバーグでいうパン粉みたいな。そうですね。結合そうですね。はいはい。ちなみに気候ってどうやってできるんですか。何で調整して気候の大きさとか。そうですね。そのプレスのこの結合材の中に、焼く前はその形になってるんですけども、焼いた後にそれがなくなるんです。それがちょっとまあ、秘密の材料で呼んでるんですけども、あります。それでこの気候っていうのがあって、特にビトリファイドはまあ多分実際ね水につけた時にこうだんだんこう水がスーッとこう入っていきますよね。それはその気候があることになってるんです。でマグネシアって言われるその新たなんかはその気候がないので、そのすぐこう砥石の上に水をつけてすぐ溶けますよ。製法の特性で、マグネシア法の場合、水かけてすぐ結合材がちょっと溶け出すイメージなんです。で、なおかつ気候がないんで、まあ、理論上なんですけども、研磨剤たくさん入れられるんです。で水かけたらすぐ溶き始められるんでいいんですけど、まあ、それぞれあとは製法の話になりますけどメリットデメリットがあるんで、どれを選んでいくかっていう話です。じゃあ本当ちょっとした違いでいろんな種類の砥石って作れるんですね。そうなんですよ。もう料理と一緒でいろんなレシピがある。すごいもう何万種類でもまあこれがその原材料を、先ほど言った混練っていうことで、混ぜながら練って押して潰して、その3つの要素の機械なんですよ。まあその原材料にちょっと水分を加えて、いただいて。そうなんですよ。本当料理と同じ一緒ですね。はい。ちなみにこの水ってなんとちなみに増水で。この手間の葉っぱとこの本来ここにある研磨剤がなくてこういう均等な絵にならないというところなんですね。はい。確かにばらつきあったらそうなんダメですよ。そうなんですよ。出ませんのでね。はい。古い木で、ですけども、本当に古いですね。ダマがやっぱりあるんで、まあ、これが練った原料ですね。さっきこういう状態で。このまますぐに型に入れて焼き固めるんじゃなくてしばらく寝かせます。そうなんです。これも料理と同じで、いきなり古たやつをすぐ成形してしまうと、逆に固まりすぎるとかあるので、まあ、ちょっと原材料をまあ、ゆっくり落ち着かせる。それでも変わるんですかね。そうなんです。でこれはちょっと前のまあ、粗めのロットなんですけども、まあ、これはもう普通に入れてるだけなんですけど、一応
古典的ですけど、その新聞で一応水分をここで吸い取るいうことで、こういう、はい、新聞を入れてます。本当だ、湿ってる。そうなんですよ。ちょっとこれね、普通のこれはC の炭化ケイ素の原料ですね。で、それでちょっと今こういう感じで24番、6番のちょっと粗い砥石なので、ちょっと寝かすことによって研磨剤と結合剤がこう絡み合うっていう感じになりますね。はい。はい。面白い。そうなんですよ。昔終わった原料がいよいよ次成形っていう、プレス機なんですけども、そっちが回っていただいてプレス機。はい。意外と砥石の形になる。形になりますね。少し面白い動きですけども、一応そのテスト設定でタイミングをセンサーでずらしながら、ちなみにこの時点で触ったら硬いっすか？かなりもう手で持てるところまでは、そうですね、持ててます。そうですね。そう、水はエアで吸ってますね。はい。それでなんとか本当だ。ここらぐらいまではすごい。持てますね。下はなんかやっぱ意味があるんですか？これね、ガラスでね、一応一番その平面精度が出てる素材っていうので、コスト的にもこれが一番安くて。なるほど。ガラス。そうですね。成形して、2階の養生室はまだ後ほど、養生終わっていよいよオーブンで焼くっていうところですよね。でかい。でかい。これがうわ、迫力ある。台車を使って、最大でこの窯で、今後通しであれば3000本ぐらい1回で焼けますね。3000本。一応焼き上がって、3日ほどかけて焼き上がったやつが今、この時に先ほど言った時にバリっていうのがね、非常にね、金型の精度もね、かなり弊社の場合はもう金型のクリアランスを限界までしてますので、そんな大きなバリは出ないんですけども、こういうところに細かいね、この辺にちょっとバリがつくんですね。はい。真ん中にはその、C の220番の面直し砥石という形で、こういう感じでもう焼き上がってますね。これもこういう金型で、これもプレスのさっきのプレスのがこの形してて、そうですそうです。なるほど。やっぱり1200、300度で焼くので、やっぱりくっついたらあかんので、こういうこういう砂銀車で呼んでるんですけども、それをこの棚板とこの間にこう入れて焼くと、焼き上がるとこういう感じでこういうふうにさっと取れる。でもしこれを引かなかったら、この棚板にくっついてしまって、それこそちょっと失敗した後のね、オーブンでなんか料理みたいになりますよね。言うたらオリーブオイルみたいなもんでしょうかね、これはね。つかないように。オイル。バター塗るみたいな。そうそう、バターのイメージですね。成分はこれも酸化アルミニウムっていう、そうですね、アルミナ素材なんですけども、一応高温で焼いたもの、1300度以上で焼いたものなんですよ。で、この一応、棚板も、ここで焼く温度がどうしても1200、1300度なので、それ以上に焼いた硬いものを使ってます。で、それよりも、柔らかいものであれば、砥石と一緒にこれも、くっついてしまいますので、そこはもう高温で焼いたちょっと特殊なこういう砂銀車で言われるのと、こういう棚板を使ってますね。でここではその硬さ、硬さが重要になってくるので、ビトリファイド砥石は実規格にも記載されてるんですけども、
一応大腰式肩差試験機っていうものを使って初めて聞いた。はい。でこのあ、大腰式。はい。で一応当然ね、砥石は硬いですので、はい、この砥石より強いものを使わなければならないということで、はい、弊社の場合はここ調光のビットで言うんですけども、はい、調光を今ここにつけてる状態なんですね。はい。それでこう当てて、はい、こういうふうにこう回すことによってこういう形で、ちょっと数字が出てくるんですけども、場所によって違うんです。はい。これ一回、これは。もうこの大腰式が一般的なんですか、砥石の硬さ試験機として。そうですね、ビトはもうですね、はい。ここでやって、で、ここでこれをレバーをですね、ここに数値を、ダイヤルゲージを全部回して、はい、それを大体5回回す。5回いうのは1、2、3、4、5、ちょうど数字でいう120のところがメモリがあるんですよ。はい、一応その120のところまで今みたいに回して、はい、今この回してる時にその砥石の中にこういう形で食い込んでいってるとこです。はい、でその時の数字が、今0からこれ内側の数字を読むんですけども、今やったらこれが56かな、はい、56、58ぐらいでいう感じで、一応これで、弊社の場合は、硬さは OK、はい、これを抜き取り検査で、はい、やりますので、今これをそうなんだ。こういう感じで傷が58って書いてある。そうです。ですね、はい、上から押してこう回す硬さと研ぐ時の硬さとやっぱ違うんですよ、感じるものが。で研いでる時に硬い砥石、これと同じようなものを作ってくれって言われて工場に持ってきてこの試験でやると実はそんなに硬くなかったとか、そういうのもあったりするんですよ。はい、ビトリファイドはこれなんです。ビトリファイド。違う製法のものはまた違う。はい。なるほど。ありがとうございます。ダイヤモンドの天花板を回転させながら、今バリをこう。本当に面取り。そうなんですね。はい。多分刃物メーカーさんの刃物の仕上げとかも最後回転の砥石で仕上げたりしてるかなと思うんですね。そのイメージで、はい。そういう形でバリとかそういうのを入れる。はい。そういうことですね。だからここからまたゆっくり水をつけてるので、はい、しっかりと乾燥させる。かなりも粒度が細かいですね。はい。これがだいたい4000番ぐらいの砥石ですね。はい。先ほどのね、ビトリファイドのとこと同じように、ああいう感じのやり方としてはあれと同じで、網目のメッシュはかなり細かい感じで、はい。ますね。これね。ゆっくり空気を抜いてるところ。これは仕上げ、例えば8000番、1万番とかほど長い。やっぱ仕上げの方が基本価格が高くなる理由ってこういうことがやっぱあるんですか？圧倒的に時間と手間が違いますよね。こんな感じですね。一応先ほどの最初の説明で乾燥とか養生のその温度帯であるとか、日数的なこともいわゆる
レシピになってちょっと社外費的なところもあるんですけども、大体イメージでこんな感じでやってもらうのは撮影していただいて、ぜひね。仕上げ砥石の部屋は冷房ついてたじゃないですか。あれはなんか理由あるんですか？そうなんです、そこなんです。冷房がないとね、原料が固まってしまうんです。で、ある一定のその空調をかけて一応大体20度ぐらいです。20から25度ぐらいかね、室温が。だからそれでないと、やっぱりもう化学反応で作る砥石ですので、固まってしまうんです。要は化学反応砥石、新たなんかはもうその代表的な商品です。はい。本当にお菓子作りになりますね。そうです。発酵しちゃうみたいな。大体養生が4ヶ月ぐらいでできるんですけども、その間である程度その砥石としての品質が出来上がるので、その後は寒いその0度の、北海道でも夏ね沖縄でもそんな大きな変化はありません。なるほど。一応このやっぱ養生期間っていうところでもう砥石としての母体が組織が出来上がりますので、やっぱその期間はやっぱりじっくりとこの工場の方で寝かして、それでこのね砥石を世に出すっていうことで、ここはもうこういうただにこういう部屋でいいですか？はい、ありがとうございます。もう暑い。ちょっと今サウナに入ってるような状態ですね。かなり暑いです。かなり暑いです。はい。すごい。ありがとうございます。ここで今サウナに入って次に歩いての期間がサウナの後に冷たい冷水のお風呂に浸かるような感じ。ここは一応本当だ、ヒヤヒヤ。するしないじゃん、違うんですね。そうですね。はい。やっぱりどうしてもその成分上その発火油でそのマグネシア独特のそういうちょっと白くなったりとか変色する特徴も持ってるんです。はい。できる限りその工程ではここに決まって変な空気を常に一定の環境の中で4ヶ月間砥石を一定の環境でこう寝かすっていうのがここでこう外したりするとまた色が変わってみたりとか、ちょっとやっぱり結合力が変わって、ちょっともしかしたら研ぎ感にもその影響がするところですので。こういった同じ環境で湿度もあまり変わらないような中でずっとこう保管しておくとか養生させておくっていうのをしないといけない。新たっていうこの砥石は非常に一番こう気を使って作ってるところですね。なるほど。いや手間かかってますねこれ。冗談でですけど言われるのが同じその金物とかの業界の中で例えば飲みに行ったりするときにお前んとこはええなってその辺の砂固めるだけで金になってってかって言われるんですけど見てみろよって言いたくなる時があるんですよ。本当ですよ。ほんでここで4ヶ月の期間ゆっくりとここで養生していくことですね。こういう形で。でこっちが最初に見ていただいた最初の粗い砥石ですよね。へえ。ここはもうその乾燥養生なんですけども、一応弊社の場合はその窯でしてるのでこの窯の排熱を利用してそれを乾燥用の熱にしてちょっと環境面でもできる限り環境に優しい工場ということで、その排熱をその乾燥用の熱に置き換えながら感じで、ここは先ほど広いなんですけども、一応その今さっき釜にから出てきたその混合砥石の青エビのやつが焼く前のこの状態ですね。これが先ほどのブロックの工業用の砥石で一応ものブロックを細かくダイヤモンドで切断した状態の、切断加工した作業砥石はこういう形の。すごい。ずっとで先ほど最初は研磨剤に色がついているPA って言われる、ピンクアランダムって言われるこれがもうそのまま研磨剤そのままの色でちょっとこううっすらピンクがかってるような感じでですね。これは分かりやすいこのバリが非常にこういう形でポツポツと出てきますね。すごい寝てる。
ありがとうございます。こういう感じでね、まあ、2階暑いんですけど、こういう養生室という形で、はい。ここ降りると、まあ、先ほどの入り口の方に、はい、あ、つながっております。なんか PA を原料で見れたりとかしますね。あ、いいですか。ちょっと聞いてきます。はい。すいません、ありがとうございます。これをね、はい。これが元のPA で言われるピンクアランダムの研磨剤の、はい。お、めっちゃいい。こういう感じで、すごい。まあ、元の研磨剤のそのインゴットはい。で生成するときに、その研磨剤自体がこういう色をなんかしてるみたいなんですわ。で、それよく PA って言われる。この色はだから着色じゃなくて。あ、そうです、そうです。こういう感じで、うん。これが PA で、あと、ダブル A は、まあ、白いんですけど、まあ、例えば、GC で言われる、炭化ケイ素の緑色の炭化ケイ素ですね。グリーンカーボランダム。グリーンカーボンアランダムですね。で、これはもう、まさにその名前の通りに、こういう感じで、すごい。これが研磨剤、検索剤ですね。グリーンですね。はい。綺麗な水色ですね。そうです。こういう感じで。非常に、はい。ありがとうございます。これはもう非常に粒度がね、細かい。だから粒度っていうか番手ってもうこの時点で決まってるんです。あ、そうです。これが一応今研磨剤は本当中国はいなんですけども、一応弊社の受け入れの物流センターの方で一応入れたものを流動分布とか、成分分析して、それで一応このJIS規格の分布に合うようなところで一応 OK が出たらそれを砥石にしてる形ですね。はい。一応向こうから原料を仕入れる状態で一応流度というのは決まった状態で出てきますね。知らなかった。そうなんですよ。ちなみによくこの番手で数字が若いほど粗い。あ、そうですね。数字が高いほど細かいっていうじゃないですか。そのなんでそうなのかっていう。1センチ角のサイコロの中に10個入るのが、例えば24番で、その1センチ角に1万個研磨剤が入るのが例えば8000番とか、そういう測定方法で、はい。それ分かりやすいです。ああ、そうですね。一つのサイコロの中にね、研磨剤がいくつ入るかですね。はい。粗いやつは多分10個ぐらいしか入らないので、粒度の細かいのはもういっぱい入りますよね。1個ずつ数えるの大変ですけどね。はい。検品と梱包。ちょっとはい。こんにちは。一応先ほど窯出しした砥石をここで検査してこういう形で梱包。すごいよく馴染みのあるやつだ。そうですね。これが何話のお世話になってる。IO の1142の220番ということで、はい。一応検査したものをこういう形で、はい。ここは一応最初の包装室でお客さんに用途に応じてそのパッケージであるとか、はい、そういうのを一応いろいろしてること、ね、オイリさん使ってるアラタなんかのプラスチックのこのケースに、で後ろに黒い滑り止めついてますでしょ。であれとでそのパッケージにこの半分ぐらいの紙ケースに、であとカップ麺のそのフィルムみたいなのが本体だけで一応それだけの材料を使っておりますね。はい。あと横にハンコ、流度とか押したりとか、そうですね。そういうのもあるんで。はい。ハンコありますね。数字書いた。あれも水に消えないやつじゃないとやっぱあれですよね。そうですね。で、あと商品によってなんですけれども、製造ロットとか全部入れるようにはしてるんで、特に高額な商品に関しては、その辺も管理して何かトラブルが起きた時に全部後から終えるようにはしてますね。包丁メーカーさんもね行かれてますから、包丁メーカーさんは結構硬い鋼材使って作られるのが増えてますね。そうですよね。だからやっぱりそれに伴ってやっぱり求められるものが砥石に関してもちょっと変わってるのかもしれないですね。他社さんでもよくあるのが
20年前にある他社さんでビトリファイドの砥石買った時は、硬い砥石やったんですけど、で直近 2,3 年前に買ったやつを見るとかなり砥石自体が柔らかくなってるんですよ。でそのユーザーさんがなんでこんな柔らかいのみたいなってよく調べてくださいとかよくあるんですけどね、もしかしたらその砥石メーカーはその刃物自体が硬くなってるので砥石は逆に柔らかい方向になってるんでしょうかね。あとなんか特徴的なのも本当ネットにあることなんですけど、はい、なんかアルミナの方が艶が出やすいというか曇りにくいみたいな、書いてある記事もあったりして、実際特徴としてどういう特徴があるのか。研磨材としてはあれですよね、鋭さは単価軽装っていうのが、検索力が高いのはね GCC 単価軽装なんですけど、多分この塗料の形がこう鋭く、多分アルミナは比較的こう優しい、まん丸じゃないんですけど、優しい形ですかね。あんまりトゲトゲしてへんようなイメージが、私らちょっと使ってるのはその GCC は結構刺さるっていう感じですね。だから検索力が。そうです。一番ね分かりやすいのはね、さっき原材料ありましたでしょ。で GC の研磨材の中にこっちで手を突っ込んで、でアルミナの研磨材にこう手を突っ込んで、でそれでこうしてで水道水でこう洗い流すと、で WA の方は比較的さっときれいに洗いです。でも GC の方は結構この辺に刺さる言うたらおかしいんですけども多分そのやっぱり形状の多分鋭さかなっていう、それで検索力はね単価係数は高いと言われるんですけど、光ったりするのはWA アルミナっていう。C とか GC とか単価係数質の方が流形って形が尖っているので傷が深くなって、で WA とか A とかっていうアルミナ系の原材料はイメージとしてはコンペイトみたいな感じのトゲトゲのやつなんで、傷の入り方が同じ粒度でもそこで違うんですね。であと光る光らないは製法によるところが結構大きいですね。砥石になると。そうです。砥石。GC は検索力が強くなるんで目が詰まりやすいですね、硬く作ると。だからGC の柔らかい青エビの山頂掛けって言われるのは柔らかく作らないと目が詰まってしまうんで、検索力が強いと目が詰まるんですよ、硬いと。で柔らかくしてでどんどん新しい目が詰まらないようにして新しい研磨材使って削っていくっていう感じ。だから GC は荒砥石って多いですね。砥石って飛ぶ人と飛ぶものとか用途によって同じ砥石でも使い方って全然違うんですよ。だから多分ね、前も社内でこんな話したんですけど、どの砥石が好きかっていう人によって違うんですよ。ですよね。社内の好きなランキング何が一番人気だったんですか。やっぱりねマグネシア遠いと思うんですけどね。マグネシアは調整ライトとか、あとダイヤモンド焼結砥石ですよね。仕事がかなり早いっていうのもありますし、ちょっとつけて、しかもそのままで多分いけるはずなんで。軽くですね。いいですよこれ。これ結構時間かけましたもんね。かけましたね。これ言い始めてからだったら何年？いやあんなもんじゃない。もっと前から言ってます。一番最初。本当にいいですね。なんかどんどん良くなってきます。水持ちがねそれでいいのと。これこれは青。これ青2です。これとはまたこれはね滑る感じがする。ちょっと違うんですよね。めちゃくちゃいい。
和包丁、出刃とかだとちょっとあるんです、やりにくいと思うんですよ。あ、そうなんですね。泥の出方が多分足りなく感じはい。ると思いますね。ただどこを研ぐかにもまたよるんで、そうですね。はいまあ、なんか和包丁研いでもいいですか？なんかまあ、でも形はだいぶ変わってしまってますよ。テスト用でしかやってないんで、あど大丈夫う何をしていただいても大丈夫です。あ、わかりました。そのまあ、適当にありがとうございます。境のこちらいただきます。ちょっと危ないんで、じゃあ使うものだけ出すようにしますね。確かに。まあ、感覚は変わると思う。はい。そうですね。ちょっと引っかかりと、なんか、この切り返すときに、ちょっと負担が一瞬かかるんですよ。ぐっと。だからその特徴分かってくるとどうとでもなると思はうんです。い。そうですね。この力加減で。気持ち浮かせるように研ぐと全然問題なく研げます。響線は、まあ、やっぱいい砥石ですよ。でも響は、なんか、ほんといい意味で、なんか、変ですね。そのはい、だから出さなかったんです。ああ、商品化最初しなくてしなかったんですね。一般の人にはちょっと響き扱い難しい。難しい。多分何これっていうとなると思います。 3000番で3000番の研ぎ感じゃない。これも食べ比べじゃないですけど、同時に研ぐと全然研ぎ感違うので、ちょっと3000見ていいですか？横で見たのね、聞いてたら音でまず違いますから。普通3000はもうちょっと滑る感じになる。で研ぎ感も当たりも違うんです。でそれを仕上げとして売れるかって言われた時に、当時私売れる自信がなかったので、ちょっと今は今というかやめましょうって言って。ザラ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 ってなります。はい、それがその研磨剤が立ってしっかりと削っていく感じの音がそれなんですよね。すごい本当ザラ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 って感じ。研磨剤にそのクッション性がないんで、でそうなってくる。でその代わりその研磨剤が立ってるがゆえに当たってボロッと落ちる時があるんで、深い傷が入ってしまう時があるんですね。なるほど。でそこを理解してうまく使うと3000番の割に検索力があるんですごくいいって言って、同じことがその6000とか8000でもあるんですね。なるほど。確かにちょっとした傷はあるかも。特に地金の部分とか、ステン系だとひっとい仕上がりになる時があります。なるほど。モリブデンのうちの刺身包丁でついた時はもうえらいことになったんで、もう二度と使わんと思いました。ただ内刃物とかそういった言われるようなその赤身とか白髪使ってるような普通の刺身包丁とかだったらそうはならないんですよ。本当響きってなんか変ですね。確かにビトの8000は、ないですもんね。ないですね。颯は番手のレパートリーは2000番だけですね。だけなんです。今のところはですね。これがね2000番なので、まあ次やっぱり6000番とか5000番あたり。的に3000欲しいです。この研ぎ感も実はじゃあ長セラの2000番と比べてどうかって言ったら、その違いが分かる人どれだけいるのかっていうのも思うんですよ。当たりはこれがその長セラの2000番ですね。しかもまあ颯の方が当たり感は泥の出方がもう全く違いますね。でもやっぱ確かに近いは近いですけどね、研いでる感じは。うちの子いろんな刃物を研ぐのに確かに万能
だったらこっちの方が万能だと思います。黒がね、こっちの方がね、泥っぽい泥泥っぽいますね。まあ、こっちの方が、あと、研ぎやすいです。はい。はい。すごい。まあ、抵抗ないというか。使いやすいはず。使いやすいですね、本当に。素晴らしい。だから国内外で人気はあるんですよ。このシリーズ、超セラミックスとか、アラタっていうシリーズは。気持ちいい。本当に気持ちいいなと思います。その包丁だったらこっちの方がいいって感じはしないですか？こっちの方がいいです。ですよね。はい。なんですよ。そこなんですよ。はい。泥の色が若干違うんですよね。泥はなんか超セラの方が泥なんですよ。ちょっとこうだんだんこう沈殿してするとなんかこう綺麗なんかこういうね。わかりやすいのがこうした感じとこうした感じで全然その泥は違う。わかりやすい。個人的には1000、2000、3000って結構順番に当てたくて僕は。そう。だからこれの3000ですね。これが今2000、3000があればってとこ。そうですね。皆さんと青戸も出してましたよね、確か。青戸がありますよ。向こうにある。向こうにあるんですね。ありがとうございます。あれね。渋いとこ来ましたね。ファンすごいですよ。数字で全部違うんですよ。いろんなことしてますよ。そうだ、思ったのが電着ダイヤって、要は仕上げ系ないじゃないですか、その2000番以上とか。できない。できないんですね。できないです。作ることができないからやってないです。へえ、そうなんです。はい。だから粗いところやるのはいいんですけど、仕上げは結局ないんですよ。あ、そうなんですね。中国製でもし仕上げがあるんだとしたら、だいぶ怪しい。なるほど、なるほど。トイレさんが言ってあった通りですね。使ってる人もどう使い分けるんですかって聞いたら、使ってる人がいいですからね。いや、これはもう最高ですね。やっぱ。で、深い傷入りにくい。そうそうそう。研いでてこう手首とかにあんまり負担がかからないとか、そんなのもあったし。あります、あります。砥石塗ってあります。でも、それよりも、結構体勢、高さとかの方が結局疲れっていうのは、ここの負担とか、本当ここの高さって本当大事です。料理と一緒です。そうそう。本当そっちですね。そっちの方が影響は大きいです。はい。もう最終的に結果的にこういう形で割れよったんですわ。ああ、なるほど。はい。あえて悪い保管状況にして、そうです。でずっと置いてテストしてるってやつです。マグネシアって一体そういうね、悪環境のもとに生活さすとどうなるのかなって、やっぱりこういうことがやっぱり起こりうるなという、これも一番究極にもはい、これも2011年ぐらいにこれがそういう中からこう気候型でこうひびが入ってくる感じで、これもひびが入ってくる。だから、例えば国内は少ないかもしれないですけど、海外の厨房だと、で厨房でじゃあ料理しました、研ぎました、で使いました、でボイラー室に置いて乾かします、そういう乾かし方は我々推奨してないんですよね。やっぱそういう高温で乾かすとあまり影響を及ぼさないんで、そういうのでこう使われたりとかもすることもあったり、いろんな状況を考えられるんで、悪い環境の中にあえて放置してどう変わっていくか。ちなみにこれは具体的にはどういう環境の状態ですか？一応これも単純に外で1年間一応この滋賀の方は、冬は雪、冬で雨、直射日光で、1年間通じてただ単にも外には置いといて、定期的にこう私が見に行ってどうなってるかな。で、結果蓋開けて1年半か2年ぐらい経ったら、いつの間にかこうなってたという感じですわ。で、これはもう、この真ん中のやつはこう持った時に、なんかおかしいなと思って、ね、コンと当てたら、これ多分どっかぶつけたと思うんですけども、簡単にこう、綺麗にこういう風な、やっぱりひびが入ってるんですよね、これ。やっぱり側面っていうところも。こことかもそうですね。こういうとこからそのひびが入って、この辺の砥石ってなかなか減らないんですよ。長期間持つんで、何か砥石がおかしくなったって言われるのも何年か前に買った砥石って言われるケースが多くて。そうです、そうですね。多分この前の日がもう台風で大雨でこう、雨がバーッと入って、もう完全砥石の中に水分がもう浸水して、で、次の日に台風が去って、急に今日みたいないい天気になって直射日光がカッとこう、いっぺんに当たってしまうと、表面だけがこう、収縮するのよりか固まってしまって、で、こういう
ひび割れが発生するのかなということでね。はい。まあ、これがちょっとマグネシア製法っていう砥石ですね。ビトリファイドっていうところは、外に置いといてもこういうふうには、ただまあ、毛がついたりとか、そのね、苔ですよね。はいはい。それはあるんですけど、その砥石の組織自体がちょっとこういうのはないんですけどね。はい。水をかければすぐ研げる砥石のメリットはあるんですけど、デメリットとして化学変化には弱いっていうところなんですよ。はい、でビトリファイド法は水につけとかないといけないけど、こう何百年前のお茶碗でも海から出てきてそのままの形ってあるじゃないですか、もうそれと同じで化学変化に強いんで、凍ったりとかしなければもう水につけっぱなしでも全然問題ないんですよね。ちなみにビトリファイドのなんか乾燥つけっぱ乾燥つけっぱの繰り返しても問題ないですか？ほぼないです。ほぼない。ほぼないです。それでさっき言ったその水分含んで凍ったりして膨らんだら割れるとかっていうのがあるんですよ。ああ、はいはい。水吸うんで中で膨張してそれで凍ってパキッていくっていうのはある。なるほど。ただそれ以外でダメになったっていうのは聞いたことないんですよ。強いんですね。はい。そのマグネシアのまあ理想の保管方法、一番まあどういう使い方が適しているんですか？そう。これに水まずきれいに拭きき取れいにっ、してて、まあ、陰干しですよね。そうですよ。陰干しして、まあ、こういうタオルとかで使い終わったらある程度こう水分を取ってから、まあ、こういう日陰とか日に当たらないところに置いておくという。まあそれだけ。そうですね。はい。あともし本当長時間研ぐ場合、なんか、まあ、数字で言うと何分以上は研ぎ続けない方がいいとかあります？それはない。1時間とか2時間とか水にずっとつけっぱなしだったら、1時間とか以上はですよね。はい、そうですそうです。やめた方がいいですけど、研ぐぐらいでやってるんだったら別に1時間でも2時間でも普段やってますもんね。そうです普通にね。全然問題ないです。ありがとうございます。それまた上にちょっと時系列でしたテストもありますので、それ実際ちょっと見ていただければ。わかりました。ありがとうございます。ビトリファイドとマグネシアのまあ保管方法の注意点っていう話はしたんですけど、レジノイド、まあ樹脂のそういう注意点とかっていうのはあったりします？そうですね。一応レジノイドはつけっぱなしにしてもそのマグネシアほどはないんですけども、ただあれも化学反応で硬化させてるのでね、それはちょっとまだ実験はちょっとやったことないんですけど、おそらく外に置きっぱなしにしておくと、ああいうひびが入るよりももう劣化してこう腐食みたいな感じのイメージになるのかなっていう、結局どの砥石も基本は水分拭き取って陰干しです。でそれをさらにもうちょっとちゃんとしようというとさっきのマグネシアみたいな話になってくるイメージですね。でそのレジノイド樹脂で固めた砥石っていうのも、目には見てすぐ分からないんですけど、使うと分かる人は分かるレベルで収縮膨張って結構繰り返してるんですよ。なのであまりこう雑な扱いってのは本当は良くないとは思うんですけど、収縮膨張しても弾力があるんで、あんまりひびが入りにくいとかはあると思います。こだわってる人は使うたびに絶対平面にしてから、前平面にしても使う前にもう一回やらないと形絶対狂ってます。どこまでこだわるかによるんですけど、これがちょっと今一回また見ていただいて、ありがとうございます。この右側の図っていうのがマグネシアでもともとこういう感じで固められたのが、その2番目の浸水によって結合剤がこう膨張してちょっとこのトリウの掴む力が弱くなってるんですねこれ。で結合波磁力っていう表現してるんですけど、でそれで弱くなるからこそ次、切れ刃ができてその刃物が研げるというところです。でそれで、次検索して刃物研いでトリウが脱落して次のトリウが下から出てくるっていう感じの繰り返しなんです。でここでちょっとね初見1のところでね、浸水で、マグネシアが柔らかくなるということは検索剤の結合波磁力が弱くなります。でも弱くなるだけども、トリウが弱くなるからこそトリウが被削剤を切り出すという、
砥石としての本来の仕事をするですね。でまたそれをまた乾燥ですると硬くなって、でまた結合端力が強くなって、元の砥石に戻るっていうところです。でこの上のねちょっとこれ私ちょっとテストやったんですけども、浸水前の高度っていうの数字が86やったんですよ。はい、でそれで48時間、水に浸水しました。はい、高度が55になりました。で自然乾燥を24時間して83で以下こういう順番で結局最終的に、高度が元々の高度よりも硬くなってるという88ですね。はい、こういう形でテストをして、結果的にはその適正な、浸水時間は30分以内までが適正だというちょっと判断になるんです。でその限界の浸水時間っていうのはやっぱりもう60分以下60分以上水につけっぱなしにするとやっぱり寿命なりその平面維持力がちょっと欠損してしまって、これは一応あくまでもこの私がしたこの環境下でのそのデータなんで多少はちょっと前後することはあるんですけどね、条件とかによって。ちょっと話変わってもいいですか。その製法をパッケージに書いてないことがほとんどじゃないですか、他のメーカーさんも。なんかその特別な書いてない特別な理由みたいなのがあったりするんですか。そうですね。マグネシアって歌っても別に言っちゃいいんですけど、やっぱり弊社オリジナルの部分も結構あるんですよね。その単にマグネシアっていうだけじゃなくてちょっとこう挟み込んでるところもあったりするんで、それであまり言ってないところもあります。ただ大雑把にはマグネシアだなって思って言ってはいるんですけど、さっきの同じマグネシアにしてもさっき下で研いでいただいた研ぎ感ってやっぱ違ってくるわけじゃないですか。そこの違いっていうのはいろんな配合の違いであったり養生の違いであったりっていうのがあるんで、それであまり入れてないところとか、その樹脂を使うにしても何の樹脂を使ってるのとかって今度言われてもそれぞれやっぱ違ったりするんですよ。だからそれにも配合があったりするんであまり言わないですね。でじゃあこれはじゃあマグネシアの持ってる時になんかその製法とかそういう言葉の専門家の人にもし突っ込まれたらいやどうなんだろうって思うところもあるし、厳密に言うとっていうのがあるじゃないですか。だからそこで言ってないだけですね。ただ今のお話みたいにこれはマグネシアなんでとかってバッと言ってマグネシアセメントを使っているものに関しては言うんですけど、あまりパッケージ上は入れてないんです。でただ説明するときに必要だったら補足では入れてます。なんか僕としての一番理想というかいいなと思うのは、食品お菓子とか、食品だったら原材料名って書いてあるんですよ。全部塩砂糖とか砥石もそれってもうレシピ伝えるみたいなもんになっちゃうんですよね。そうですね。それを書いちゃうと。そうなんです。さっきのここにこれは何でこういうふうに穴を開けてるの気候の部分の話もあったじゃないですか。私はって言いそうだなりましたけど、やっぱり言っちゃいけないところなんですよね。だからそのほんのわずかなところを探すのに我々ものすごく苦労してるんですよ。だからこの材料を選ぶのにいろんなのを試したりとかで、いろんなところからやっと得た情報で作ったりとかって今の開発の会議も毎月やってるんですけど、これどうやってやったのでこの原料はとかってだったら、こんなところから仕入れてるんだとかっていうのはあるんですよ。でそれで作ってるものをなかなか言えないところがありますね。やっぱりレシピを作るのになにわ砥石もこれ1950年から創業して今年で73歳になるんですけど、かなりもいろいろ費用も手間も使っている、やっぱその辺のレシピ的なことがありますので、そこはなんとか企業努力としてユーザーさんの方も理解していただければね、非常に助かるかなという。そうですね。些細なところなんですよ。私もどちらかというと前はでもオープンにしたらいいじゃないって思ってた方なんですけどもでもいざずっと作っていくところとか、それを作ってもらったものをテストしていくとかになると、中に本当にね笑えるぐらいこんな些細なことでっていうのもあるんですよ。でもそこは全部大事にしないとなと。
まあね、砥石屋で多分使ってるものとか多分似たようなもんなんで、そこに気づかない部分って多分あると思うんですよ。その気づかない部分はなんとかちょっと大事にしたいっていう。ちなみにその、1950、創業当時とか昔からマグネシアとかこういう、歴史的な話なんですけど、もう全部あったんですかね、そういう。実はやっぱりね、腎臓砥石のオイリさんの方から質問いただいたんですけど、このね、腎臓砥石の歴史っていうところがね、一般的にはその明治28年にそのね、アメリカのカーボンダム社の方で初めての腎臓砥石ができたっていうところはよくネットで、出てきたんですけど、一番やっぱり歴史が古いのはそのビトリファイド法で、1954年ですね、なにわ砥石が創業された3年後にビトリファイド製法のその規則規定が制定されてます。でその次にレジノイド製法が1961年で、今オイリさんの持っている新たマグネシア製法いうのが1978年に実規格、日本工業規格として決められたっていうのは何とかその書面で、もっとねこんなんっていうのがねあればね、私もねもう20年ほどここにいてるんですけど、意外になくてね、腎臓砥石のですよ、手研ぎ砥石っていう分野ではなかなかね、この辺がちゃんとこう資料として残ってるとか、ちゃんと説明があるっていうのは、どちらかというと回転系の砥石に関しての資料があるんですよ。手で研ぐっていう部分っていうのはあんまりない。実規格で手研ぎ砥石っていう項目がやっと出たのが1999年に手研ぎ砥石っていうので日本工業規格の、いろんな分類の本があるんですけども、そこにやっと手研ぎ砥石っていう項目が出たんです。1999年です。これ意外に25年前なんですよね。最近です。手研ぎ砥石って格砥石？格砥石の、手研ぎ砥石で、意外にそうなんですよ。実規格で1999年でね手研ぎ砥石なので、多分作られたのはね戦後あんまり工業界にどこも入ってない。入ってなかったんですかね。最近私も見てないですけど、検索砥石工業会っていう会があるんですよ。で、あれ他いないでしょ、入ってる会社。そうです。私も、ね、コロナ前までね、1年に1回その工業会の部会でね、ちょっと会社代表で東京の今度ちょっとどけんな機械振興会館で東京タワーの隣にあるんですが、そこに1年に1回言うてこう工業会の部会を開いてたんですけどね。でも他のメーカーさん、手研ぎ砥石のメーカー誰もいないんですよ。手研ぎ砥石は弊社のなにわ砥石だけでね、意外に少ないんですよね。だからそういう企画に関してもだからおそらくないのかなっていう、一応実ではね制定はされてますけども、我々入ってる以上その辺だからちゃんとしないといけないんで、そうです、ちゃんと作ってるんですよ。でも入ってないところは、ね、海外から入ってるものなんか特にいい加減なものが入ってきてるんで、我々困ってますし、で海外から入ってきた研磨剤をテストするのも検査するのもちゃんとした規格で出さないと、ね、そういったところに所属してる以上、ダメなんで、それでちゃんとやってるんですけど、そうですね、研磨剤とかにしてもこのね一応実のこういう流動分布表があって、それで例えば今回のハヤテの2000番であればその、累積高さいうてそういう網のふるいを通る大きさがあるんですよ。それが一応、規格は 6.7 ミクロンプラスマイナス 0.6 いう細かな数字が決められてるんです。一応その許容範囲の中で通ったものを合格品としてこちらの工場に流れて、それで一応砥石を作ってる。そこは一応非常にちゃんとしなきゃいけない。やってますね。でそれも例えば実の規格で、仮に2000番とあって、であとプラス流動分布表。そうですね。流動分布表っていうのは、例えば2000番っていうので、肉は2000番っていうところ、そしたら2000番だけ使ってるわけじゃなくて、その前後の流度って絶対混ざるんですよ。当たり前なんですけど、その2000番の流動分布表の山が高ければ高いほど2000番がいっぱい入ってるんですよ。でもなかなかの山の2000番も中には入ってるんですよね。それを使うと原料的には安くできます。規格だとかなんだとかっていうのは、
実はそういうのがあって、それをいかに正直にやるのか。だから我々聞かれる側がことが多いんですよ。じゃあなんでこの砥石はこんなに同じ3000番なのに他社品ですけどこんなに研げるの早いのって言ったら、傷見たら粗いじゃないですか。粗い砥石流度のものがいっぱい入ってるから早く研げるんでしょうっていうのは当たり前なんですけど、でも3000番なら3000番って書いてるじゃないって言われても3000番の基準が違うんですよとしか言えない。弊社の場合はその規格に合った研磨材で砥石を作ってますので、大体その傷に近いマイクロスコープとかで見てもその辺りで大体収まってるっていうことでね、そこははい、こだわりの一つかなというところもありますね。何輪っていう名前の由来みたいな。私は多分ここに来た時は本社が大阪にあるので、大阪の何輪を取ってで何輪研磨工業かなっていう、多分そんなところだと思うんですけどね。エビ印、ああいう赤エビとか、それのなんか由来みたいな。本当かどうかわかんないですけど、めでたいからやって言われました。明治エビはめでたいやろって言われたことがあるんですよ。それこそ、有名なメーカーさんが象印とか、象のマークじゃないですか。当時の流行りだったのかなって思いますけど。どちらかといえば普通の車エビじゃなくて伊勢エビみたいな感じのしっかり身のついたエビのマークになっておるので、はい、これで商売も儲かるだろうっていう。ただ先ほどの消しゴムとかは多分うちの PR 不足だと思うんですよ。もうちょっと案内すればあれ取りたいっていう人はいっぱいいるはずなんで、売れるんだろうなとは思いますね。紙は食材じゃないじゃないですか。でも試すのにはいいと思うんですよ。でも実際食材切ってどうなるかっていうところってすごい大事だと思うんで。そうですよね。薄く鋭くすればするほど切れて当たり前なんですけど、実際商売で使ってる人ってそんなのすぐ切れが病んでしまうんでダメじゃないですか。だからバランスでどこまでそれを持っていくかっていうところもありますし、なんでそんな薄く研いじゃいけないのって思うから薄く散々私も研いだことあるんですけど、これはダメだってやっぱ思うんで、そう。食材切って料理してみたら分かりますよね。そうですよね。すぐ使えなくなってこれじゃダメだって言ってでちょっとだんだん逆にまたね刃を起こすようになってきてとかって、ユーザーからしたらなんかもうメーカーから例えばもう白煮の刺身包丁はこの砥石がいいよっていう決めてくれてた方が嬉しいって意見、僕も分かるんですよ。分かります。そう思います。だって砥石ってたくさん本当は買うものじゃないし、これにはこれが合うよっていう早見表みたいなのがあった方が、材質にかかわらず基本的には荒研ぎだったらあれが一番ベーシックというかスタンダードなところなんですよ。で中研ぎだったら茶色っぽい砥石で赤門前デラックスの中型って言われる同じぐらいのサイズのものがあるんですね。で仕上げ研ぎは化学仕上げ砥石の A3 の2号っていうのがプロ向きであって、これがもう基本なんですって言おうと思えばそれで言えてしまうんですよ。でただサイズが大きいとか一般の方だったらですねとかこれよりもう少し大きいもの、もう少し光るものとかって言われるから種類が増えていってるだけなんで、基本はそこって思っていただいて、その基本をもとにじゃあもうちょっとこれ大きくしようちっちゃくしようとか光るものにしようとか、うちの何わとしての強みの部分ですね、言った製法をいくつかあったじゃないですか。それをそれぞれ自社で全部やってるっていうところはまずあまりないと思うんですよ。それこそねマグネシアだけでやってらっしゃるところもありますし、マグネシアがないところもありますし、でそれを全部やっていってでそれぞれ適したその状況に応じた使用に応じた刃物に応じたその砥石の提案っていうのができるところっていうのは強みになるんじゃないかなと思うんですね。その規格に応じてものを作ったら一応弊社が、最大でも出してる1万2000万ぐらい。そうですね。それ以上は出さないです。出せないです。あとは大体その手研ぎのものに関しては。その天然砥石と同じものを作れって言われると逆にそこは自然かもしれないですね。やっぱりご存知の通り仕上がりが違うじゃないですか。だからそこはある意味検索力を落とすものが必要な場合もあったりで、そうすると我々からすると矛盾するところになるんです。
検索力を落としてうまく仕上げていくやり方もあるとは思うんですけど、似た感じのものは作ったことはあるんですよ、試作品では。ただ世には出してないですね。落とす意味があるんだろうかってところで、叶わないのは天然砥石になってくるのかなって気がしますね。独自の曇り感ってね、よくプロの方はねおっしゃるんですけど、それもお化粧的なところになるんで、そのお化粧の部分は我々苦手なのかもしれないです。ただより早く研いでいくっていうところになるべくこうやっていかないといけないのかなと思うので、工場研ぐとこまでのテストはするんですが、研いでその会社で刺身買ってきてね、刺身切るとこまではちょっとね してませんのでね、普段我々ができないところにやっぱり、実際その刃物を使ってる人にいろいろ聞くと、それがまた最終的にね新しいね砥石を生み出したりとかするかもしれませんのでね。そうですね。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまで動画見ていただきありがとうございます。結構ねびっくりするところは人それぞれだと思いますが、個人的には流動分布の話は聞いてよかったですね。やっぱり包丁を研いでて同じ番手で同じ製法なのに、なんでこんなにもメーカー違いで粗さが違うんだろうっていうのは感じてたんですよ。だから話を聞いてそういうからくりがあるんだということを知って、ああなるほどねというね安心感を得ることができました。これはね国産メーカーのはそんなにないですけど、海外のは特にねこれ本当に1000番みたいな、そういったのはやっぱりあります。であとマグネシアの保管方法はすごく大事でしたよね。やっぱりね新品と数年後では多少なりとも品質は変わってくるということだったので、できるだけいい環境での保管を心がけていきたいですよね。はい、あと大事なこと、お話であった通りやっぱりユーザーの声ってすごい大事なんですよ。ユーザーの声から新しい商品が生まれる、メーカーでも気づかない需要というのがあるので、その意見をやっぱ欲しがってます。何が言いたいかっていうと、みんなで意見を言ってみんなでいい砥石を作りましょうということです。もちろんねこの動画のコメント欄でもいいし、 SNS でタグ付け、その会社をメンションしたりとか、あと Amazon のレビューとか楽天のレビューとか何でもいいので、何か意見を言うとねやっぱりその声っていうのは無駄にはならないです。なのでぜひねレビューをしてみてください。はい、では次回予告、次回はなにわさんの砥石レビュー動画です。僕がもともと持っていたものも含め今回を機にねいくつか購入させてもらいました。こちらも楽しみにお待ちください。ということで岩下さん、西田さん、そして工場の方々、貴重なお話を本当にありがとうございました。とっても価値のある時間となりました。今後ともよろしくお願いいたします。では動画終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。